始まりました。皆さんこんばんは。今回ビットサミット外伝でチャンネルをいただきましたので、プラチナゲームズ初の生放送を行うことになりました。その名もプラチナゲームズ初めての生放送ムズー。そのまんまのタイトル。ピーティーを知ってる人が世の中にどのぐらいいるのかっていう話ですからね。これね。多分5人ぐらいしか知らない。今日はね、この T シャツ、このザ・ワンダフル101リマスタードをたっぷり紹介しようかなと。もう本当にルールさえ覚えてしまえば単純なゲームなので、今日はちょっとプレーの様子も見せながらちょっとしたコツなんかも説明できればなと思ってます。なんか真面目に喋ってるとめっちゃ全部計算してスムーズに作り上げたみたいなそんなまるでそんなの聞こえますけど、もう僕のいつもの作り方ですね。確かに最初に稲葉とこの計画立てた時ってこんなに巨大なプロジェクトになるはずじゃなかった。全然違いますよね。本当になんかもうボリューム的にはベオ1をはるかに多分プラチナゲーム史上最大のボリュームになってしまったというね。ヒーローものを作る上で信念を心がけていることはありますか？たくさんあるんですけど、なんかかっこいいとか、なんか燃えるストーリーとかあるんですけど、一つ言えるのはやっぱり自分がなりたいかっていうことですかね。自分がそのヒーローに変身したいって思えるようなものをイメージしながら、ビューティフル・ジョーも、今回のザ・ワンダフル101もで次のプロジェクト GG もそんな信念で作るんじゃないかなと思います。お、GG に触れましたね。触れてしまいましたね。これ触れてしまいましたね。トップシークレットね。ポロリ見てもらえたら。でここね、難易度セレクト、このねノーマルのところなんですけど、ここにまずは普通に遊びたいというあなたにかっこ投資費の普通ですっていうのは今回のリマスター版で、付け加えた言葉で。まずは普通に遊べるかなと思ったんですけど、世間の皆さんには普通に遊べない難易度だったようなので、気をつけてください。これは投射費の普通ですということで注釈を書かせていただきました。もう本当にベリーイージでも全然楽しいと思うんだよね。ベリーイージでもそこそこちゃんと、そんなにベリーイージじゃないかもしれない。そうですね。こんな寝転んでできる。これはねできないと思う。これね冒頭ここ。ピーティーの初登場シーンなんですよ。ピーティー初めての。なんか今見ても古さは感じないんでね。こういうのっていいよなと。そうですね。もうだいぶ当時から作り込んでいて、で今回さらに解像度が上がったんで、細かいところとかすごく見やすくなったんじゃないかなと。結構わちゃーっと隊員がいるんだけど、ゲームちょっと止めてみてよく見ると隊員一人一人の姿もWii U 版よりも確認しやすくなってるんじゃないかなと。なんかそういうのをやったせいで見えちゃいけないものが見えたりとかってないのかなっていうのはちょっとハラハラしてそう結構ユーザーもなんかゲームの中の看板の細かい文字が読めるようになったってツイートしてるのを見て、俺もちょっとねドキドキしたんだけど0.0000003秒言ってる。こういうのあるんだかないんだか、ないんですけど、テクノロジーをでっち上げて書いてる人が一番楽しいです。これね敵をねよく見てほしいんですけど、今みたいに攻撃する前って必ず合図があるんですね。くるくる。新キャラ登場。ブルーですよ。僕の大好きなワンダブルー。お好き。イケメン枠です。イケメン枠。ヒーローもののブルーが好きなんですよ。青レンジャー。そう。青レンジャー。いつもイケメンに見えてよくこう感情に任せて良くないことをやってしまうタイプの。おっと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 。いわゆるフレーバーテキストって言われるゲーム本編に関係ない、途中でこう文書ファイルを手に入れるみたいな形でそこで例えば敵のテキストゲスジャークとはみたいな設定がこう読めるものがゲーム中に手に入るんですけど、だいぶこうそこに時間をかけて相当な分量の設定を盛り込んでるんで。このゲームでもキャラに関する説明ちゃんと読んだら見る目変わると思いますね。そんなやつだったのって。こう隊員全員の設定もあるんで、そこで読んでほしいなと。これを制限時間にできないとあ、スカッと。
敗かわいい。でもう一回ってなるわけです。丸を書くと、まあ、このようにパンチが作れるわけですね。なんですけど、これ丸を書き切らなくても途中までこう書いた状態でラインの色が赤に変わったら、これ赤はこうパンチの色なんですけど、これでもうパンチ確定ですよっていう印なんで、まあ、そこでこういないとモーションとかをすれば作ってしまうという、まあ、ここでちょっとね出てくるこの不穏な影のキャラクター、一体何者なんでしょうかと。めちゃめちゃ悪そう。なんかこうお決まりの感じですよね。まあよくよくある。悪口言ってないこのゲームね、よくあるもの目白押しだから抑えるべきところを全部抑えこの期待通りのツボついてきてくれるんで、そういうのを好きな向きにはたまらないゲームになってると思うんですけどね。それでプロローグがクリア終了。この今オープニング、そのプロローグで、流れた、テーマ曲、これね今回のリマスタード版用にフルオケで収録し直してるものなんですね。めっちゃ贅沢な話ですよね。あ、しましたちょうどプリン、今プリンですね。はい、こうまあプリンですね。正式名称ユナイトガッツなんですけど、まあチームもみんなプリンだよ。なんでプリンなんですかって私も気になります。コメントが来てて。いやガッツですこれね、ユナイトガッツした時の中の隊員をよく見てもらうともう分かるんですけど、仁王立ちしてるんですね。これは根性で跳ね返してるんですね。そう根性。プリンのように見えるけど根性。そうもう中の隊員もうプリンのような様相をしてるように装って中の隊員はもう仁王立ちで敵の攻撃を根性で跳ね返してるっていう彼らの、そのガッツを僕は買ってほしいなと。はい、説明長い、はい、そろそろ先に進みましょう。見た感じで大体わかるんですけど、鋭い攻撃っていうのは、例えば刀で切りつけてくるような攻撃っていうのはさすがにガッツでも防げないんですよ。プリン切れちゃいますもんね。プリンはやっぱり切れちゃいますからね。まあ基本的にはスプリングで受けつつ、あ、こいつは跳ね返して反撃に転じることができるなと思ったらプリンを使うっていう、まあ、この二軸でいくとプリンって言っちゃった。もうプリンですこれは。なるほど。なるほどむず。帰ってきたピンあなたそれ口癖なんじゃないの？口癖忘れるってあんなの？知らんな。知らんなじゃないですよ。はい、本体に銃撃を食らわしてください。はい。これね、まあ、どこ撃ってもダメージになるんですけど、実は頭を狙った方がダメージが大きいんですね。あとはこのチェーンを伝っておお、綱渡り綱渡り。とっとっとっと。これ左左右ちゃんとバランスを取りながら、本当だ。とっとっとっと。そうとっとっとっと落ちる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 とっとっとっとで、炎は実はねハンドで守れるんですよ。へえ、こはい。う。あ、本当だ。しかもね手にこう炎をまとって火の玉も飛ばすことができるという。いやいいですね。ベリーイージーのこの気持ちよい柔らかさ。ベリーって気持ちいいですね。これノーマルにするべきでしたね。反省してください。めっちゃいい感じじゃないですか。これ1時間の放送時間の予定でしたがはるかにオーバーしてます。まだまだお付き合いください。よろしくお願いします。あ、今レーザーで跳ね返してますね。えPT がね下手だから時間が押してるんですよ。いや説明神谷さんの説明が長いからこのステージ1のボスとは思えないこのスペクタクル感がね、まだ続きます。確かに確かまだやるんかいっていうね。でここで流れている形勢逆転という曲が、まあ、これもさっき説明した通り新しく後継収録した曲でちょっとねゴージャスなで、ここがうまい。うまくなってる。に。やったすごいー。やったむず。倒しました。やったいやーやっぱベリーイージー楽しいな。このテンポ楽しいな。やっぱり皆さんぜひベリーイージーで遊んでください。このゲームそんなに今見ていただいた通り難しそうに見えるんですけど、例に比べられるゲームがないからこう警戒心持っちゃうだけで、実際触ってみると、あ、そんなに別に大したことを要求されないのねっていう、簡単に遊べるアクションゲームなんだねってことは分かってもらえると思うので、ぜひそこはこう
踏み越えて、うん心の壁を越えて遊んでほしいなと思いますね。うんうん